こんにちは、高弘です。今日はちょっと写真の考え方について話したいと思います。テーマは否定の力。先週の動画で新しいことに挑戦してみようとか良いこと言っておきながらあれですけど、否定するっていうことも実は大切なんじゃないかと思っています。僕はどちらかといえば否定的な人間です。あんなのダメだ、こういうのをやりたくない、結構文句を言うタイプです。写真に対してもそういうことをよく考えます。世の中的にはあまりいいことではないです。そういう人間は良い写真を撮れないって思われているかもしれません。でも世の中をまっすぐ見れない人もいい写真撮れると思うんですよね。逆にその方がいい写真撮れたりするんですよ。これが写真の面白いところだと思っています。お笑いとかも似ていて、性格良くて当たり障りのないことを言う人よりも、卑屈で性格がねじ曲がってるような人が面白かったりしますよね。あれと似たようなことが写真にも言える気がします。みんなが良いと思うものをみんなと同じ視点で撮っていても全然つまらないんです。かといってじゃあみんなが撮らないものを撮ればそれでいいかって言われるとそんなに単純でもない。大抵は独りよがりになってしまうからです。例えばわざと汚い道端のゴミを取ったりするような感じです。どう俺の視点すごいだろうってやって滑り倒してる写真をたまに見ます。お笑いで毒舌で笑いを取る芸人さんいますけど、ああいった人たちはやはり毒をうまく笑いに変えて喋ってますよね。そういうのが写真にも必要です。先ほどのゴミの例で言えば、汚いゴミをきれいに撮る。光が当たってきれいに見える瞬間を撮ってみんなにおっと思わせることができればそれは素晴らしいことだと思います。否定的なものを否定のまま写真として出すのではなく、何か肯定的なものに変えてください。ネガティブをポジティブに変えるんです。フィルム時代の写真がちょうどネガをポジに変換して出来上がるように、僕の写真もネガティブな考えをポジティブに変えて出来上がってます。以前動画で何回かこれを撮ると負けみたいな表現をしたことがあるので覚えている人もいるでしょう。負けというような言い方、ちょっときつい表現ですが、こういう考え方もネガティブシンキングの人間特有かなと思います。もうダメなものが先に来るんです。先に考えとして浮かぶんです。でもそこで終わらない。じゃあどうするか、こうしよう、これは取らない、こっちを取ってみるというふうに変えていく。そのように自分の取るものを決めていくんです。そんなまどろっこしいことやらないで、普通に美しいものを取ればいいじゃんって思った人は多分ポジティブ派の人です。もう光属性です。光の世界に住んでる人です。僕みたいに影の人間はそんな風にまっすぐ光を見れないんです。輝く世界を見れないんです。だけど、影の世界だけ見ていたら、それこそどんどんダメになっていくので、影の世界から光の世界をちょっと覗いてみる、みたいな撮り方をしています。そのネガティブな視点こそが僕の写真の魅力になっているのかもしれません。みんなが見落としてしまうものを捉えられるのが僕の強みなのです。これを見ている人で、ああ、自分もそっち派だな、自分も影の住人だなと思っている人がいたら、ぜひその特性を活かして写真を撮ってください。無理に考え方を変える必要はありません。そのままで全然 OK です。でも何回か言ったように、影の世界だけ見ないように、否定だけで写真を撮らないように、否定を肯定に変えて写真にしてください。そういうと言葉を添える人がいます。ポジティブな言葉を添えて写真を出す人がいますが、それも違います。写真だけでポジティブに変えてください。ちょっと抽象的な話なので難しいと思いますが、わからなくなったら途中で挟んだお笑いの例えで考えてみてください。毒を笑いに変えるみたいな話にすれば少し理解しやすいかなと思います。ここで、いやいや、自分はポジティブタイプなんですけど、そういう人はどうすればいいですか？いい写真撮れないんですか？って言われるかもしれません。そんなことはないです。お笑いだって根っからポジティブな人もたくさんいます。
光属性の人はそれ自体が強さです。影の人よりスタート時点でかなりリードしているはずです。多くの人から共感を得られやすいというメリットがあります。クラスの中で人気者になるタイプです。ただ、そこからもうワンステップ上の段階に行くためには影の要素が必要です。光の人も結局は同じで、写真すべてをポジティブな要素で構成してしまわないということが大切です。特に視点の部分ですね。大衆的なものばかり追いかけていないで、それらを否定するようなものをたまには撮ってみる。そういう意識が必要なのかなと思います。でも正直そこはよくわからないです。僕はあくまでネガティブの方の人間なので。僕が今回一番伝えたかったのは、やはり自分と同じ否定的な考え方を持った人、大衆に馴染めない人、そういう人にぜひ写真をやってもらいたい、続けてほしいということです。もしかしたら今はくすぶっているのかもしれません。でも諦めないでください。否定を肯定にする術を自分なりに見つけてください。そこのスイッチさえうまく切り替えることができれば、一気に状況を良くすることができます。写真がさらに楽しくなり、そして上達も早まるでしょう。今日の話は技術的なものではないので、すぐに役立つっていうものではないです。でも写真をやっていく上で今後絶対役に立つと思います。何かの時に思い出してもらえれば幸いです。それではまた。